今、名前呼んだら、皆さん、こんにちは。ラペラのカユです。今日もアニメを使って楽しく日本語を勉強しましょう。今日のアニメはこれです。夜は猫と一緒。夜猫です。皆さんタイトル長いので夜猫と呼んでいます。夜猫は社会人の風太くんと猫のキュルガの日常のお話です。今日は風太くんとキュルガが家で過ごしているシーンを見ます。アニメを見る前に単語の意味確認をしましょう。英語とポルトガル語で説明します。今日は2つですね。今日は2つあります。1つ目は不服。不服です。不服はdiscontente。あんまり嬉しくないとか不満とかですね。不服はこういう顔です。あまり嬉しくないですね。不服。二つ目は、振り向く。振り向くです。振り向くはですね、これですね、振ります。振りますは、例えば、手を振りますとか、指を振りますですよね。向きますは、例えば、上を向きますとか、右、左を向きます。こういう動作ですね。で、振り向きますは、例えば、ヴィレンドの意味なんですけど、例えば、学習者に、かよ先生って呼ばれました。その時に、こんにちは。こういう時に、学生にかよ先生と呼ばれて、で、私はゆっくり振り向きました。かっこよかったですか？今日はこの2つですね。では、アニメを見ましょう。1回目の目標は、大体のストーリーがわかることです。大体わかったら大丈夫ですよ。質問が2つあります。1つ目は、風太くんは何をしましたか？ 2 つ目は、キュルガは何をしましたか？見た後で質問に答えましょう。じゃあ、いってらっしゃい。今、名前呼んだら振り向いてくれそう。キルガー。耳だけ振り向いている。もう一度。キュールが。すごくゆっくり、不服そうに振り向いてくれた。おかえりなさい。どうでしたか？答えられましたか？チェックしましょう。じゃあ一つ目の質問は、風太くんは何をしましたか？何をしましたか皆さん。覚えてますか？風太くんは、キュルガを呼びました。キュルガって言ってましたね。キュルガを呼びました。次は、キュルガは何をしましたか？キュルガは、ゆっくり振り向いてくれた。いいですか？では、2回目見ましょう。2回目の目標は、ターゲット文法を聞いてわかることです。字幕に穴が2つあります。何と言っていましたか？気をつけて聞きましょう。じゃあ、いってらっしゃい。今、名前呼んだら振り向いてくれそう。キルガー。耳だけ振り向いている。もう一度。キュールが。
すごくゆっくり不服そうに振り向いてくれた。おかえりなさい。どうでしたか？わかりましたか？じゃあ一緒にチェックしましょう。一つ目はどうでしたか？一つ目は何と言っていましたか？一つ目はですね、名前を読んだら振り向いてくれそうです。二つ目、チェックしましょう。二つ目は何と言っていましたか？二つ目の答えはこれです。不服そうに振り向いてくれた。今日のターゲット文法はこれですね。振り向いてくれそうと不服そう。この何々そうについて勉強します。では文法を勉強しましょう。元気を使っている人はレッスン13、みんなの日本語を使っている人はレッスン43に書いてあります。この何々そうですはいろいろな意味とか使い方があると思いますが、今日は2つ勉強をします。1つ目は It's likely to happen。2つ目は looks like について勉強します。まず It's likely to happen について勉強しましょう。これはですね、皆さん、もうすぐ何かが起こるという意味なんですね。例えば、今朝友達と一緒に学校に行きました。その時は天気が良くて晴れでした。でも、だんだん天気が良くなくて曇ってきました。今天気悪いです。暗くて怖いです。もうすぐ雨が降りますって言わないで、その時にどうなるだろうと思いますよね。もうすぐ雨が降りそうですを言います。もうすぐ雨が降りそうです。天気を見て、今悪いですね。曇ってきましたし、ちょっとなんかどうしよう、傘持ってないからどうしようっていろいろこう考えますよね。で、その時に空を見て、状況をよく見て、大変だ、雨が降りそうだねって友達に言えます。じゃあ、動詞の活用を見ていきましょう。簡単だと思いますよ。その何々ます動詞ますの形のますを取ってそうですをつけます。でもます形にする方法を覚えていますか？それもちょっと復習しましょう。事象形はですね、事象形からます形にする方法を見ていきましょう。1グループはうで終わる動詞ですね。例えば行く、くのうで終わりますよね。で、ます形にする方法は最後のうを取っていプラスますをつけます。なので、行きますになりますね。わかりましたか？行く、行きます。じゃあ、2グループはルーで終わる動詞です。例えば、食べるですね。で、ルールは最後のルを取ってますをつけます。なので、食べる、食べます。最後に3グループですね。3グループはすると来るですね。するはします。来るは来ます。じゃあ、ちょっと練習しましょう。一つ目はですね、この子供はですね、電車の中にいます。でも寝ていました。皆さんの国の電車の中はどうですか？静かですか？うるさいですか？ブラジルだったらちょっとうるさいかもしれません。で、この子供は電車の中でですね、電車に行って寝ていましたが、うるさくて、周りがうるさくて起きました。で、今こんな顔です。で、もうすぐ顔を見て皆さんどう思いますか？子供が泣きますじゃなくて、もうすぐ泣きますよねっていう意味で、この何々そうですを使います。子供の顔を見て、かわいそう。もう子供が泣きそうです。子供が泣きそうですね。と言います。この場合は、例えば子供は本当に泣きました。電車の中はね、うるさくて本当に泣きました。次はですね、皆さん、日本はですね、台風がありますよね。怖いですね。私は台風が怖いです。好きじゃないです。で、例えばこれを見てください。台風が来て、木がですね、もうすぐ、もうすごく大変です。風が強くて、木が倒れます。
じゃなくて、木が倒れそうです。木が倒れそうです。いいですか？ 3 つ目です。次は、みどり先生と話していました。みどり先生はゴミを出しに行きました。でもそのゴミ袋はゴミがいっぱいで心配しました。で、私はみどり先生に何と言っていたと思いますか？袋がもう本当にいっぱいで、ゴミがいっぱいで袋が破れ、みどり先生、袋が破れそうですよ。大丈夫ですか？と聞きました。袋が破れそうですよと言っていました。本当にゴミがいっぱいで袋が破れそうでした。でもみどり先生は大丈夫大丈夫と言っていましたが、結局破れちゃいました。袋が破れちゃいました。大変でしたね。では次は4つ目ですね。4つ目はこれです。私ドライブをしていました。もう長い時間も3時間以上ぐらいずっとドライブ運転をしていましたが、ガソリンをチェックしたらこんな感じだったんですね。心配してて、ガソリンがもうすぐなくなりますという気持ちになりましたね。なのでその時に、ガソリンがなくなりそうです。ガソリンがなくなりそうですと言いました。いいですか？練習はどうでしたか？もう少し練習をしましょう。今はですね、皆さん考えて自由に文を作ってみてください。いいですか？場面はですね、私はパートナーがいます。で、パートナーと一緒にケーキを作っています。これから起きそうなことは何だと思いますか？これを見てください。いろいろなことが起きそうですね。なので皆さん自由に考えて、ここのイラストを見て文を作ってみてください。ぜひ皆さんが書いた文を教えてくださいね。私が実際に言ったのはこんなのでした。一つ目はですね、もうすぐお湯が沸きそうだねと言いました。皆さんここの夜間を見てください。ね、お湯が沸きそうだね。沸きそうだねと言いました。それから、お湯がですね、たくさん入ってて、危ない。お湯が溢れそうじゃんと言いました。気をつけて。お湯が溢れそうじゃんと言いました。で、パートナーがですね、ケーキを作っていて、で、これを見てください。この時に私はボールの生地をこぼしそうよと言いました。で、最後に私たちの隣に猫がいますよね。猫の春樹です。春樹も一緒でした。で、春樹の顔を見てください。どうですかね？この顔を見て、どうですかね？私はこれを見て、パートナーに、春樹がいたずらしそうよと言いました。皆さんが書いた文教えてくださいね。コメントを読みますからね。では、これで、何々そうですの一つ目の意味について勉強をしました。次はですね、二つ目です。looks like について勉強をします。これは見た目とか様子を見て自分が感じたことを言うときに、使うので looks like の意味になりますね。例えばケーキですね。パートナーとケーキを作りましたね。ケーキの見た目を見てまだ食べてないです。見た目だけを見て、私ケーキ大好きで早く食べたいっていう気持ちでケーキを見て、キャー、こんな顔ですね。キャー、このケーキ美味しい。でもまだ食べてないので looks like 見た目だけを見てるので、その時にこのケーキ美味しそうだねと言います。いいですか？美味しそうだねと言います。この場合はですね、皆さん形容詞を使います。いい形容詞を使いますね。美味しいです。いい形容詞ですね。何々そうですにする方法は簡単です。
最後のいい形容詞のいを取ります。いを取って、そうですをつけます。簡単ですね。だから、美味しいですは、美味しそうですになります。注意です。いいです。nice, good. いいですは、いいそうですって言わないです。良さそうですと言います。では、練習しましょう。一つ目は寒いです。この男性を見てください。車の中にいますね。外は雪が降っています。雪が降っていますね。この人の顔を見てどうですか皆さん。寒いですじゃなくて、寒そうです。そうですね。寒そうです。本当に寒そうですね。二つ目はこれです。この家を見てください。この家はどうですか皆さん。あんまり新しくないかな。どうですか？見てください。窓がですね、ちょっと古いですかね。なので、この家は古そうです。この家は古そうです。な形容詞の場合は、なを使いません。なを取って、そうですをつけますね。例えば、田中さんを見てください。田中さんは昨日まで仕事が忙しくてとても大変でした。疲れていました。でも、今朝仕事に着いたら、こんな感じだったんです。田中さんと一緒に働いている友達が、今朝の田中さんの顔を見て、元気って言いたいです。見た目を見て、元気って言いたいんですけど、何々そうですを使います。どうですか？なを使いませんので、そのままそうですをつけます。だから、その田中さんの友達が、今日田中さん元気そうですね。よかったですね。と言いました。練習しましょう。一つ目の写真を見てください。人がいますか？全然いませんね。音も何にもしないんじゃないですか。静かだと思います。ここは静かそうです。静かそうです。なを使わないので、なを消して、そうですをつけます。二つ目の写真を見てください。静かそうですか？人が多いですね。街の中ですね。街の商店街ですね。静かじゃなさそうです。ここは賑やかそうです。ここまでは affirmative の形を勉強してきましたが、実は negative の形もありますよ。affirmative この何々そうの affirmative の意味は、英語で言うと it looks like ですね。ポルトガル語では parece que ですよね。でも否定の場合は it doesn't look like になります。ポルトガル語では não parece です。そのネガティブにする方法を見ていきましょう。先ほど言いましたが、ここ街の中ですよね。街の商店街です。静かそうですか？いえ、人が多いですよね。人が多くて静かじゃなさそうです。なので、ネガティブにする方法は、いい形容詞かな形容詞の否定形のないを取って、なさそうですをつけます。だから、静かじゃないですは、静かじゃなさそうですになります。練習しましょう。一つ目はこれです。このケーキどうですか？美味しそうですか？なんかちょっと焦げましたね。これは残念ですけど、ケーキ大好きなんですが、これは美味しくなさそうですね。美味しくなさそうです。次は田中さんです。覚えていますか？田中さん今日も働きすぎかな？元気そうですか？いいえ、元気じゃなさそうです。じゃあ最後、この人も覚えていますか？寒そうでしたね。でも今はこんな感じです。今はどうですか？皆さん寒そうですか？寒くなさそうですね。実はとっても暑そうですね。大丈夫かな？死にそうですよね。もう一つの使い方を勉強しましょう。
次は形容詞、そうプラスなプラス名詞という使い方を勉強します。例えば、友達と一緒にパン屋に行きました。パン屋を見ています。ケーキを見ています。もちろん今日勉強した通りに、これ美味しそうですねと言ってもいいんですけど、ケーキと美味しそうを使いたいです。言いたいです。その時は、美味しそうプラスなプラスケーキになります。その時は、美味しそうなケーキですねって言えます。いいですか？では簡単に練習をしましょう。一つ目はこれですね。家です。古そうプラス家。どうなりますか？古そうな家ですね。になります。古そうな家ですね。これは。皆さんどう思いますか？ね、これ本当に古そうな家ですよね。二つ目はこれです。私はですね、本が大好きでよく本屋に行きます。でよくタイトルを読みます。本のタイトルですね。まだ本読んでないんですけど、タイトルだけでこれをよく言います。タイトルは面白そうなタイトルだねとよく言います。本を取ってみて、これ面白そうなタイトルだね。ちょっと読んでみたいかな。みたいなお話をよく友達と一緒にしています。では今日は何々そうですについて勉強をしました。復習しましょう。一つ目は It's likely to happen という意味だったんですね。ここは動詞を使いました。動詞の活用は must を取ってそうですをつけます。例えば雨が降りそうです。次は looks like の意味について勉強しました。い形容詞を使うときは最後のいを取ってそうですをつけます。例えば美味しそうです。な形容詞だったらなを取ってそうですをつけます。例えば元気そうです。否定形も使えます。否定形はないを取ってなさそうですをつけます。例えば寒くなさそうです。で最後に形容詞そうプラスナウンという使い方も勉強しました。形容詞を何々そうにしてプラスなプラス名詞を使います。例えば美味しそうなケーキです。でスクリーンショットを撮りたい人はどうぞ撮ってください。ではもう少し練習しましょう。皆さんよく考えて文を作ってみてくださいね。2023年の夏にみどり先生と浅草に行きました。夏だったんですね。晴れでした。気温は38度でした。とっても暑かったです。皆さんこの写真を見てどうですか？文をいろいろ考えて書いてみてくださいね。皆さんが作った文教えてくださいね。みどり先生はこう言いました。涼しそうな格好だねと言っていました。皆さんどう思いますか？みどり先生と待ち合わせした後、ブラジル料理を食べに行きました。コシンヤを食べました。コシンヤはこれです。皆さん知っていますか？食べたことがありますか？見た目を見てどうですかね？中にチキンとチーズが入っています。これはサラダです。これはブラジルの唐辛子です。皆さんはどう思いますか？自由に文を考えて作ってみてください。皆さんが作った文を教えてくださいね。コメントを読みますから楽しみにしてますよ。みどり先生は初めてコシンヤを食べました。でも食べる前にこういうコメントをしました。しょっぱそうな食べ物ですね。まあ確かにチキンとチーズが入ってるからね。それからブラジルの唐辛子はとても辛そうですね。皆さんどう思いますか？辛そうですよね。で最後に食感が硬そうですねと言いました。で実際に食べたら唐辛子は辛かったです。私もそう思いました。でも食感は硬くないです。柔らかいです。とっても美味しかったです。それではアニメに戻りましょう。アニメの中にも何々そうがありました。一つ目はこれですね。風太くんはキュルガに振り向いてほしいですね。名前を読んだら
そうするかもしれないので、名前を呼んだら振り向いてくれそうと言いました。振り向いてくれそうというのは動詞ですね。振り向いてくれます。てくれます。てくれるの文型ですね。この動詞を何々そうにする方法覚えていますか？この場合はます形のますを消してそうをつけます。なので振り向いてくれますは振り向いてくれそうになります。次はですね、風太くんはキュルガを呼びました。キュルガはゆっくりしていましたね。名前を呼んだら耳だけ振り向いてくれたので、風太くんはもう一度呼びました。キュルガはどのように振り向いてくれましたか？嬉しそうに振り向いてくれましたか？この顔でしたね。嬉しくなさそうな顔ですね。すごくゆっくり不服そうに振り向いてくれたと風太くんは言いました。不服そうに振り向いてくれた。不服って覚えていますか？意味覚えていますか？discontent の意味なんですけど、この顔ですね。嬉しくないですね。はい。不服そうはですね、不服はな形容詞です。な形容詞を何々そうにする方法を覚えていますか？な形容詞の場合は簡単ですね。なを使わないので、なを消してそうをつけます。なので、不服そうになります。今日は何々そうですについて勉強しました。アニメをもう一度見ましょう。3回目です。3回目の目標は1回目、2回目よりもわかることです。日本語の字幕がありますので見てください。じゃあ、いってらっしゃい。今、名前呼んだら振り向いてくれそう。キュルガー。耳だけ振り向いている。もう一度。キュルガ。すごくゆっくり不服そうに振り向いてくれた。おかえりなさい。どうでしたか？1回目、2回目よりも分かりましたか？キュルガとても可愛いですよね。夜猫で可愛いキュルガと風太くんの日常をもっと見てみましょう。字幕がありますから調べながら見ることができますよ。夜猫は短いし、わかりやすいし、日本語の勉強のためにすごくいいアニメだと思います。それからもっとチャレンジしたい人はアフレコをしてください。アフレコをして発音の練習をしてみてくださいね。今日も見てくれてありがとうございました。では次の授業で会いましょう。